マシン開発において重要な要素といえば、ロマン。ここで言うロマンとは、ワクワクすること、的な意味で、例えばブラックセイバーの可変ウィングなどが該当する。ただしこのウィング、アニメでは走行中に角度が変化するのだけど、実物は当然ながら走行中には動かせない。マイコンやサーボを使えば動かせるかもしれないけど、重くなるし、そもそもこのサイズのウィングはほとんど効果がなく、巨大なウィングですらジャンプ時の姿勢を調整できる程度。ということが先駆者の検証で明らかになっている。めっちゃでかいウィングを空力で稼働させれば良いのでは？今回の作戦は、プロペラの上にできるだけ大きな板状のウィングを配置し、風の力で板を稼働させる、というもの。平面走行時は路面とマシンの隙間が狭いので、風量が絞られ、板の角度が浅くなる。車体が浮いた時には、風量が増すので板の角度が大きくなって、ダウンフォースが強くなる、という算段である。この板状の可変ウィングを、と名付ける。というわけで開発を開始する。まずは具材のレイアウト。中央にダウンフォース兼ウィング可変用のプロペラを配置。今回は前後ツインモーターで4駆とする。回転数の差が悪さしないの？と思うかもしれないけど、以前の検証を踏まえて問題なしと判断。次に今回の主役である、を配置。これは、マシンがほとんど見えないぞ。ならばとことんそういうデザインにしてしまおう。というわけでシャーシを設計。にぴったりのシンプルな形状にしてみた。さすがに高さがアンバランスなので調整。突き抜けたモーター部分は適当に塞いでおく。ローラー取り付け部分などを作れば、3D データ完成。とてもシンプルな形状になった。3D プリンターで召喚。ここからは組み立て。これに、を取り付ければ、可変ウィングマシン、モノリス、完成だ。これが、空力マシン。マシン重量は 60.88g。見た目の割には結構軽いぞ。の動作確認。うまくいけばマシンの浮き具合に連動して角度が変わるはず。プロペラのみスイッチオン。マシンが浮いている時は垂直に近い角度になっている。設置させてみよう。がビタッと張り付いてしまった。横から見るとこんな感じ。2ミリくらい浮かせると、が開き始める。設置時は風量が減って、重力で閉じているかもしれないので、リフターをつけてみた。これで重力で落ちずに、ある程度開くようになる。スイッチオン。あれ？やっぱり張り付いてしまう。ってことは、少なからず上から空気を吸っているってこと？空力全くわからんぞ。まあ通常走行時は、閉じている方が都合が良いので、このまま進めることにする。というわけでシェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。かなりのスピードでレーンチェンジを突破。吹っ飛んで壊れてしまった。スローで見ると、狙い通りマシンが浮いた後に、が開いている。しかし大きく開いたことで高さが出てしまい、左右に振られた時にバランスを崩している。そして2回目で吹っ飛んでしまった。よく見ると破損したかけらが通過。ちなみに空力による押し付けと4駆のトラクションの恩恵か、加速が良いので1周目からでもそこそこ良いタイムが出る。とりあえず壊れた部分は、かけらをつなぎ合わせて修復。比較のために、なしで走らせてみよう。スイッチオン。どうだ？さらに派手に破損してしまった。スローで見ると、LC 後半で前傾姿勢になりコースアウト。走らせるたびに破損するので、このマシンはここまでとする。一応、は狙い通りに作動したけど、開いたまま左右に振られるとバランスを崩す、という弱点が見えた。それと見た目を優先して無茶な形状にしたのも良くなかった。他にも改善したい点がたくさんある。ので、
進化版を作ってみた。名前は、モノリスカイ。改善ポイント1、重量。先のマシンより約 15g 軽い、45.99g。特に、は透明なテープを使うことで、3分の1以下まで軽量化。ちょっと小さいけど開いた時の左右の触れに強くなるはず。それと開く時の視点を少し後ろに変更してみた。視点が先端にあると、前方からの風圧のほとんどが、を閉じる力になってしまう。視点を後ろにすれば、少しはマシンに力がかかるはず。ただし搭載位置が高くなるので、あまり後ろにはできなかった。改善ポイント2、駆動方式。リアをフリー回転のローラーに変更し、前輪駆動とする。軽量化はもちろんだけど、ダウンフォースでタイヤが路面に押さえつけられるので、4駆だと走行抵抗が大きすぎると判断。ついでにタイヤの径を小さくし、素材も滑りが良いものに変更。改善ポイント3、バッテリー。搭載位置を左側からフロントに変更。重要物を前に寄せることで、前傾姿勢を緩和したい。動作確認いってみよう。おお。軽くした影響か、さっきよりもレスポンスが良いぞ。ちょっと傾いただけでパッと開く。まずは充電してないバッテリーで様子を見る。スイッチオン。ゴー。タイヤ変更と肉にした影響で加速はのんびり。タイムは 2.28 秒。なかなかのタイムが出た。そして LC も安定してクリアできている。なんか嫌な音がしたぞ。どうやらプロペラがキャッチャーに当たったみたい。そして軸が空転してプロペラの穴が溶けてしまった。それと走行後のマシンを見ると、吸い上げたホコリが透明テープの裏についている。これじゃまるでルンバじゃないか。とりあえず予備のプロペラに交換し、バッテリーを満タンにした。スイッチオン。ゴー。おお。早いぞ。タイムは 2.16 秒。自己ベストの 2.11 秒に迫るタイムが出た。しかも LC で飛び出す気配がない。はぁ、海流が突破されただと？あれ？スローで見ると、LC 後半でマシンが浮いた直後に、が発動。2回目以降も安定してクリアできている。今度は試しに、なしで走らせてみる。スイッチオン。ゴー。あれ？クリアできているぞ。ただし満タンバッテリーなのになぜかタイムは遅い。スローで見ると、単純にプロペラによるダウンフォースでクリアしている。しかし比較してみると、アリの方が飛距離が短くなっている。この結果だけ見ると多少の効果はあるっぽい。ただし、アリの方が速いのは理由がさっぱりわからない。とりあえず、をつけてタイムアタックを続行。と思ったのだけど、マシンをよく見るとタイヤ表面が溶けた痕跡がある。素材を変えたのと径の変更が良くなかったのか？というわけでタイヤを元に戻した。これでタイム更新を狙う。スイッチオン。ゴー。早い。きたー。タイムは 2.10 秒。スローで見ると、マシンは浮いているものの、空中姿勢は安定していて、2回目以降も危なげなく通過できている。これは魔王の記録も射程圏内だ。と思って何回かアタックしたのだけど、安定して自己ベスト付近のタイムが出るだけで、最終的に、は吹っ飛んでしまった。ちなみに最後に、なしで走らせてみたけど、やっぱりなぜかタイムが落ちる。今回は、ロマンあふれる可変ウイングに挑戦。自己ベストをほんの少し更新したものの、その先には行けなかった。ただタイヤ素材や軽量化のノウハウが増えたので、これからのマシンに活かせる気がする。あと空力はさっぱりわからないことが分かったので、またわからないなりに挑戦してみようと思う。関係ないけど、今回の走行でコースがかなり綺麗になったかもしれない。